おはようございます。今回は TSMC による熊本第2工場での3ナノメートル半導体量産計画と、それに伴う日本のサプライチェーンへの地経学的な影響について詳しく解説します。おはようございます。2026年2月5日に読売新聞が報じたところによりますと、半導体受託製造の世界最大手である台湾の TSMC が、熊本県で建設を進める第2工場において、回路線幅3ナノメートルという最先端半導体の量産を行う計画を日本政府に伝達したとのことですね。その通りです。当初の計画では、第2工場では6ナノから12ナノメートルプロセスの半導体を生産する予定でしたが、今回の方針転換によって、技術レベルが一気に数世代分、最先端へ引き上げられたことになります。読売新聞の記事によれば、設備投資額は約170億ドル、日本円にしておよそ2兆6000億円に上る見込みです。これは単なる工場の仕様変更というレベルを超え、日本の半導体産業政策、そして東アジアの地経学的なバランスに極めて大きなインパクトを与える決定と言えます。2兆6000億円という投資額も驚きですが、当初の計画を変更してまで3ナノという最先端技術を日本に持ち込む背景には、どのようなビジネス上の理由があるのでしょうか。最大の要因は、世界的に急増している人工知能、すなわち AI 向けの半導体需要です。オランダの技術系メディアビッツ&チップスが2026年2月5日に報じた内容によると、TSMC の CEO である C.C. ウェイ氏は、高市首相との会談において、今回の計画変更の理由として AI チップへの世界的な需要急増を挙げています。生成 AI の普及に伴い、データセンターでの処理能力に対する要求が爆発的に高まっており、これに対応できる高性能かつ省電力な最先端半導体の確保が急務となっているのです。なるほど。AI 需要がそこまで逼迫しているということですね。ただ、素朴な疑問なのですが、なぜそれを台湾本国やアメリカではなく、日本の熊本で行うのでしょうか。地経学的な視点から解説をお願いします。そこには戦略的不可欠性と相互補完性という2つのキーワードが関わってきます。まず、地経学研究所が2024年11月18日に発表したブリーフィングによりますと、日本の半導体戦略の目的の一つは、日本企業が世界のサプライチェーンにおいて代替不可能な存在となる戦略的不可欠性を獲得することにあります。日本は半導体の製造装置や素材、例えばフォトリソグラフィの化学薬品などの分野で世界的に高いシェアと技術力を持っています。なお、フォトリソグラフィとは、光を使ってフォトマスク状の回路パターンをウェハーに転写し、微細な回路を形成する工程を指します。日本は材料と装置に強い、というのはよく耳にします。それが TSMC にとって魅力だということですか。そうです。TSMC にとっても、地政学的なリスクが高まる台湾海峡の情勢を鑑みれば、製造拠点を分散させる自社工場への需要圧力の緩和とリスクヘッジが必要です。しかし、単に工場を移すだけではコストが合わない。そこで、日本の素材装置メーカーのエコシステムと地理的に近接し、かつ日本政府からの巨額の補助金が見込める熊本が、経済合理性の面でも投資先として魅力的な場所となったのです。つまり、台湾の製造技術と日本の素材装置技術が組み合わさることで、相互に利益をもたらす関係が構築されているわけです。お互いに相手を必要としている、ということですね。ここで一つ言葉の定義を確認させてください。レガシー半導体と先端半導体という言葉がよく出てきますが、今回の3ナノはどちらに分類されるのでしょうか。非常に重要な点です。経済産業省が2023年6月に公表した資料に基づきますと、一般的にレガシー半導体あるいは成熟濃度と呼ばれるのは28ナノメートル以上のプロセスで、自動車や家電製品の制御などに広く使われるものです。一方、先端半導体は、一般的にロジック半導体の中でも、製造プロセスにおける微細化が進んだものを指します。
TSMC の熊本第一工場は22ナノから28ナノ、および12ナノから16ナノといったプロセスを担当しており、これは日本国内の産業にとって不可欠な領域をカバーするものでした。しかし、今回の3ナノは、スマートフォンの最新機種や AI サーバーの心臓部に使われる正真正銘の最先端領域です。つまり、これまでの熊本進出は日本の自動車産業などを守るためという意味合いが強かったけれど、今回の3ナノは世界の AI 競争の最前線を日本が担うことになるという理解でよろしいですか？その理解で間違いありません。これは日本の半導体戦略のステップ2にあたる次世代技術の確立を当初の想定よりも前倒しで、かつ強力に推進する動きとなります。ここまでの流れをまとめると、AI 需要の爆発により TSMC は増産を迫られており、日本の素材装置産業の強みと政府支援を背景に、熊本で最先端の3ナノ半導体を作ることを決めた。これによって日本は、これまでの産業用チップの確保だけでなく、最先端 AI チップの供給拠点としての地位も得ることになる、ということですね。しかし、事態は単純に楽観視できるものではありません。ここで重要になってくるのが、アメリカや中国との関係、そして日本国内のサプライチェーンへの具体的な波及効果と副作用です。副作用ですか？気になりますが、その前に国際情勢について伺います。TSMC が日本で最先端品を作ることに、アメリカは懸念を示さないのでしょうか？また、中国との関係はどうなるのですか？まずアメリカとの関係ですが、基本的には歓迎される動きです。2023年5月に合意された日米商務産業パートナーシップ JUCIP の成果文書にもあるように、日米は強靭な半導体エコシステムの構築に向けて連携しており、特定の国、具体的には中国への依存度を下げる方向で一致しています。また、アメリカのチップスプラス法にはガードレール条項があり、補助金を受けた企業は中国での先端半導体製造能力の拡大が制限されます。TSMC としては、中国での拡張が難しい以上、アメリカの同盟国である日本や、あるいは米国本土、欧州への分散投資を進めるのが唯一の合理的解放なのです。中国への投資が制限される分、日本に投資が回ってきているという側面もあるわけですね。では、ここからは視点を国内、特に中小企業の経営者に移したいと思います。TSMC の進出、特に3ナノ工場ができることで、日本のサプライチェーンにはどのような影響があるのでしょうか？影響は極めて広範囲に及びます。内閣府が2024年9月に公表した地域課題分析レポートによりますと、JASM-TSMC の熊本工場の進出に伴い、すでに約80社が熊本県内への拠点新設や増設を決めています。今回の第2工場のスペックアップにより、この動きはさらに加速するでしょう。具体的には、工場の建設需要だけでなく、半導体製造に必要な特殊ガス、薬液、ウェハーの搬送容器、さらには工場排水を処理する水処理技術など、多岐にわたる分野で需要が生まれます。約80社というのはすごい数ですね。ただ、それは大手企業の話ではないのですか？中小企業にチャンスはあるのでしょうか？チャンスは確実にありますが、ハードルも同時に上がります。内閣府のレポートでは JASM は2030年までに日本国内での調達率を現在の 25% から 60% 程度に引き上げる目標を掲げていると報告されています。これは地場のサプライヤーにとって大きな商機です。しかし、3ナノという最先端プロセスに関わる部材となると、要求される品質、純度、精度のレベルが桁違いに跳ね上がります。なるほど。これまで通りの仕事をしていては受注できないということですね。その通りです。さらに、もう一つの大きな課題が人材と賃金です。内閣府のレポートによると、九州地域では半導体関連の設備投資が急増しており、2023年度には電気機械分野で大きな伸びを示しています。これに伴い、労働需要が逼迫しています。
TSMC の初任給は学部卒で28万円、博士卒で36万円、あるいはそれ以上との情報もあり、これは全国平均よりも高い水準です。地元企業からすると、優秀な人材を高い給料で引き抜かれてしまうリスクがあるわけですね。はい、これをクラウディングアウト押し出し効果と言いますが、工場周辺での給与上昇が体力のない地場企業の退出を招く恐れが指摘されています。中小企業の経営者は単に受注を目指すだけでなく、自社の賃金体系の見直しや省人化投資による生産性向上を急がなければ、この賃金上昇の波に飲み込まれてしまうリスクがあります。それは深刻な問題ですね。単に仕事が増えてよかったでは済まされない。ここでもう一度要約させてください。TSMC の3ナノ工場進出は国内調達率 60% という目標も含めて巨大なビジネスチャンスですが、同時に求められる技術レベルの高度化と外資系水準の賃金競争という2つの試練を日本企業に突きつけているということですね。さらに北海道で進行中のもう一つの国家プロジェクトラピダスとの関係性についても触れておく必要があります。ラピダスですね。北海道で2ナノ世代の半導体を目指している会社ですが、TSMC が熊本で3ナノを作るとなると、競合してしまわないのでしょうか。技術世代としては近接しますが、ビジネスモデルとターゲットが異なります。経済産業省の資料によれば、ラピダスは他国に匹敵するスピード感を持って2027年の量産開始を目指しており、特に単納期 TAT での製造を売りとしています。一方、TSMC は大量生産によるコスト競争力と圧倒的な実績が強みです。積み分けは可能ですが、問題はリソースの奪い合いです。内閣府が2024年に公表した試算では、主要9社合計で今後約4万3000人の半導体人材が必要になるとされています。4万人以上ですか。少子化の日本でそれは確保できるのでしょうか。そこが最大のリスクシナリオにつながります。ここからは、今後起こりうるメインシナリオとリスクシナリオについて分析します。まずメインシナリオですが、TSMC の第2工場稼働により、九州全域にシリコンアイランドとしての産業集積が再構築されます。素材装置メーカーが九州に研究開発拠点を移し、台湾企業との提携が進むことで、技術移転とイノベーションが加速します。IOG のレポートにあるように、日本の労働者が TSMC のプロセスで実践経験を積むことで、長期的な人材育成効果も生まれるでしょう。それは希望が持てるシナリオですね。では、経営者が警戒すべきリスクシナリオとはどのようなものでしょうか。リスクは大きく2つあります。1つはインフラと人材の限界です。内閣府のレポートでも指摘されていますが、熊本周辺ではすでに渋滞の悪化や地下水保全への懸念、住宅不足が顕在化しています。もしインフラ整備が追いつかず、さらに4万人規模の人材不足が解消されなければ、工場の稼働遅延や関連企業の操業に支障が出る可能性があります。確率は低いとは言えませんが、発生した場合、サプライチェーン全体が目詰まりを起こすインパクトは甚大です。もう一つは、地政学リスクの突発的顕在化です。今回の投資は台湾有事のリスクヘッジという側面がありますが、もし工場建設中に台湾海峡の緊張が極度に高まった場合、台湾からの技術者派遣や装置の搬入が滞る可能性があります。また、中国が対抗措置として、半導体製造に不可欠なガリウムやゲルマニウムなどの重要鉱物の輸出規制をさらに強化した場合、日本の素材メーカーが原料不足に陥るリスクもあります。経済産業省の資料でも、サプライチェーンの強靭化における重要鉱物の確保が課題として挙げられています。原料が入ってこなければ、いくら工場があっても作れませんからね。非常にクリアになりました。では、最後に、これらを踏まえて日本の中小企業経営者や投資家は具体的にどのようなアクションを取るべきでしょうか。まず経営者の方々へのアドバイスです。第一に、まず自社の技術品質が3ナノ級の要求に合致しているかを点検し、
ギャップが明確になれば優先度を上げて研究開発や品質強化策を検討してください。TSMC のサプライチェーンに入るには、世界トップレベルの品質管理が求められます。第2に、価格転嫁力の強化です。コスト上昇が続くことを想定し、契約条件や価格設定の見直し、インフレ条項や再交渉の仕組み導入を優先検討してください。短期的な顧客関係とのバランスを取りながら段階的に進めるのが現実的です。第3に、人材確保の防衛策です。賃上げは一手段ですが、報酬構造の見直し、基本給手当、働きがいの向上、柔軟な勤務制度、教育投資、自動化投資を組み合わせて、総合的に人材を守る施策を優先検討してください。どの施策が自社にコスト効果をもたらすかは短期的に試算する価値があります。投資家の方々へはいかがでしょうか。投資家の方々は、単に半導体銘柄というくくりではなく、TSMC の微細化プロセスに不可欠な特定分野の素材装置メーカーに注目すべきです。例えば、微細化に必須の EUV 露光に関連するフォトレジストや、マスクブランクス、あるいは3次元パッケージング技術に関連する後工程の装置メーカーなどです。また、九州エリアの地銀や不動産、インフラ関連企業も、地域経済の活性化という観点から恩恵を受ける可能性があります。ただし、先ほど申し上げた人材不足やインフラのボトルネックが解消に向かっているか、政府や自治体の発表指標を注視し続ける必要があります。ありがとうございます。TSMC の熊本での3ナノ量産は、日本にとって大きなチャンスであると同時に、産業構造や労働市場の変革を迫る黒船のような存在とも言えそうですね。経営者の皆様は、この波に飲み込まれるのではなく、乗りこなすための準備が今すぐ必要だということがよくわかりました。本日は TSMC の熊本進出と日本のサプライチェーンへの影響について、地経学的な視点から解説しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。